こんにちは。今日はちょっと靴作りに使う電動工具の紹介をしたいと思います。僕は普段フルハンドメイドというね、十分仕立てとかも言ったりしますが、ほぼ全ての作業を手で行うという、伝統的な靴作りのやり方なんですが、その中でも電動工具一部使うところがあります。で、今日は主に電動工具3つですね。今までどんなものを使っているのかしっかり紹介しなかったので紹介したいと思います。ちなみに今日紹介する工具は使わなくても靴は作れます。僕の靴作りで1個だけ欠かせない機械というのがミシンですね。アッパーを縫うミシンです。で、今回はちょっとミシンは置いといて、それ以外の工具3つ紹介したいと思います。これバンドソーです。バンドソーというのはバンドソーということで、日本語で言うと帯ノコです。帯状のノコギリで木材をカットできるものです。で、これは靴作りというよりはシューツリーの製作に使ってます。で、本当のバンドソーっていうともっとね、でっかくてもう身長以上あるような100キロ超えるような機械なんですけど、これは卓上バンドソーということでかなり小さめのものです。ここにあるのが、これが帯ノコですね。帯状のノコギリで、この筐体の中をぐるっと一周刃が回ってます。これがこう回転することで木材を連続的にカットできますね。ちょっと中開けてみます。こんな感じで、作りはすごくシンプルですね。上と下に車輪があって、下にモーターついてます。で、ここにこれが帯ノコですね。車輪にかかっているノコギリがぐるぐる回ります。このバンドソー無断変速のモーターがついてて、ここのダイヤルひねるとゆっくり動き始めます。実際切るときはもっと速く、実際この木材を切断します。今このテーブルに置いただけで使ったんですけど、本当はこれ固定しなきゃいけないので、僕がいつも使うときはこのテーブルに固定します。このテーブルも自作なんですけど、テーブルの端っこにパーツをくっつけられるようになってるので、ここにこのバンドソーをよいしょはめて、これで机に固定して使ってます。これは靴作りで使うことはなく、シューツリーで使うだけですね。じゃあ次は結構靴にも馴染み深い、これグラインダーですね。靴修理屋さんに必ずあって、かかと削ったりソール削ったりできる、大きな電動安いですね。で、あれはすごく大きくて置く場所もないし、値段も高くて買えないので、僕は小さいベルトグラインダーをシューツリーではもちろんガンガン使えますし、靴作りでも一部使うことがあります。で、これは使いやすいようにいろいろ改造しているので、売ってた状態とは違うんですが、どんな道具か説明すると、ここにベルトグラインダーついてます。これこう外せるんですけど、これがベルト状のヤスリですね。これをここに装着して電源入れると、何か削りたいものをこう当てて加工します。で、反対側のこっちには今小さいペーパーがついてます。もともとはここ刃物を研いだり金属削ったりする用の砥石がついてました。砥石使わないのでこれ取っちゃって、これは靴修理用のペーパーですね。こういうのがつけられるように改造して使ってます。で、こっちは交換可能で、これは取って自作の改造パーツつけます。これで
これはね棒状のヤスリです。筒状になっているヤスリを装着して、こうすることでさっきついてたこのミニペーパーよりも長く細く、こっちのグラインダーよりも長く細く、これをねシューツリー作る時に結構使うので、こんな風に改造して使ってます。それと裏側はこんな感じで十字の適当に作った替えのペーパーをこうやって入れておけるパーツ。これ替えペーパーは何種類かあって、こういった感じで売ってるんですけど、ヤスリの粗さですね、ガンガン削りた時は低い番手のヤスリ使って、細かくきれいに削りた時は高い番手の細かめのヤスリを使って削ります。それはその都度このベルト部分を付け替えて使います。これはさっきのバンドソーと同じくシューツリー作る時ガンガン使います。で、靴作りで登場する機械とすると、つま先の真鍮プレートとかスチールプレートとかを大まかに削る時はベルトグラインダーを使います。やっぱ金属は手で全部削っていくのはかなりしんどいので機械を使います。それとこの前作ったダイナントソールの靴、ゴムのソールは手で削るのは非常に難しいので、この機械で削ります。ですごくね速くて綺麗に削れるんですけど、逆に言うと微妙な調整はできないし、例えば内踏まずの部分すごくねこうグッとえぐれてるようなものは削れないので、普段のレザーソールでフルハンドメイドで出し縫いまで手で縫って作るような靴は基本登場機会はほぼないですね。次はここにあるこれですね。これはボール板といって木とか鉄に穴を開けるだけの機械です。なんですがすんごく優秀なんですよね。これは靴本体の製作には全く使わずにシューツリーの製作で使います。上にモーターがここですね。ここにモーターついてて、このモーターによってこのドリルチャック、この部分がくるくる回ります。ここにハンドルがあるんですけど、このチャックの部分をこのハンドルで押し下げてドリルでこうやって穴を開けていきます。ドリルはいっぱいあって、これ全部使うわけじゃないんですけど、主に太さの違いですね。25mm だったり 18mm だったり 35mm だったりと、シューツリー使う時にいろんな大きさの穴開ける必要があるので、それに合わせてこいつをこのチャック部分にこうして固定して、これで回して、これで穴を開けていきます。今ここに木材固定してドリルも装着しました。これで穴開けてみます。こんな感じですごく綺麗に穴が開くので、シューツリー製作ではこの穴で軽量化したりとか、あとは指を入れる引っ掛ける穴にしたりとか、こういった綺麗な穴必須なので、このボール板非常に重宝します。僕の靴作りはねフルハンドメイドで、アッパーミシン以外は機械使わずに作れるんですが、手でやる意味のあるところと手でやる意味のない作業ってあるんですよね。機械で大まかに削って最後は手で仕上げる方が作業効率もよく綺麗に仕上がったりとか、手でやることだけが全てが全ていいというわけではないので、機械使った方がいいなっていうところはフルハンドで作っててもたまに機械使うこともあります。でも靴作り全体のだいたい100時間ぐらいかかるとして、機械の登場するのって多分ねどのぐらいかな、2時間、いや2時間使わないな30分とかかな。どっちにしても靴本体を作る上で機械っていうのはほぼほぼ使わないですね。今紹介した中では一番このベルトグラインダーをよく使うんですけど、やっぱり靴専用じゃないといろいろ使いにくい部分があって、そういうことで改造してるんですけど、やっぱりいつかはね本物というか靴修理屋さんにあるような大きいフィニッシャーっていうんですけど、靴修理用フィニッシャー、あれがね欲しいですね。いつか買えることを夢見て
頑張りたいと思います。ということで本日は靴作りで使う機械の紹介でした。ではまた。